$100オーバーが続いてちょっとグロッキーなイヤホンレビュー。で、低価格機が触りたい。だが無慈悲にも本日も$100オーバーのイヤホンだ。今回紹介するのは、そんな禁断症状を吹き飛ばす。基本にしてしっかりと突き詰められた、ハイエンドブランドのエントリーモデル、$149の、ベントコンズクトア T500。今回はハイファイ5からのパッケージだったんだが、しっかりと日本語取扱説明書も入っていたぞ。詳しく見ていこう。海外ではベントコンダクター、略して VC がブランド名として扱われることも多いんだが、日本国内では、メーカーがダルマオーディオの名称で活躍している。このレビュー的には、初めての登場なんだが、一部の中華イヤホンに自信に気には、触ってなくても聞き覚えがあるはずだ。本機のハウジングは、KB イヤーのダイヤモンドライクカーボンコートが施された1ダイナミックドライバーイヤホン。KB イヤージアモンドにすごく似てる。それもそのはず。このシェル、ダルマオーディオが協力したものだったんだよな。高級感があるシェルと音質で話題になった、ジアモンドだが、この T500 プロも同じく1ダイナミックドライバーのオーソドックスな設計。1ダイナミックドライバーイヤホンとは、つまり国産の普通のモデルから低価格モデルまで、海外でも主流である、幅広く用いられている、一番一般的なイヤホンということだ。1ダイナミックドライバーイヤホンは、製造コストを最低にできるし、1台で非常に幅広い帯域の音を出すことができる。ダイナミックドライバーはあんまりこのサーバーでは持ち上げられないが、本来、あいつ一人でいいんじゃないかな、という、莫大な実績と信頼のある、定番中のど定番だ。本機は、振動板が非公開の、ダルマオーディオ独自設計のダイナミックドライバーを採用。シェルの美しさと合わせて、ハイエンドの基本モデルとして、ふさわしい実力を持つ。尾ケーブルは若干沈んでいるものの、カスタムにピンでなくても刺さる、いわゆる埋め込みのない中華にピン。本体は金属製で、仕上げがとても丁寧。1万円超えた買い物にふさわしい美しいシェルだ。フェイスプレートのみ、エッジまで綺麗に成形されたレジンが採用されていて、金属のハウジングの美しさと、レジンシェルのハウジングの美しさの美味しいどこ取りをしたような、所有感を満たすシェルになっている。付属ケーブルはシンプルで細い4芯タイプ。タッチノイズが小さく、取り回しも良好なので、付属ケーブルとしていろんな用途に使える一本となっているぞ。ケーブルについては単体販売モデルも好評なはずだ。金属製の本体は若干重量があるが、形状に癖がないので、安定して長時間使うことができる。もちろんノズル部分も金属製で、角度も変についていないので、スムーズに装着脱着ができるはずだ。付属品らは、巾着ポーチ、ケーブル、そしてケース入りのイヤーピース。イヤーピースも程よい弾力でバリなどもないものなので、そのままでも良い装着感を得られるだろう。こういう、小さなところに手落ちが一切ないのが、高級モデルのスタンダードとして安心できる要素だな。箱出しで、ハウジングの美しさと金属ハウジングの重量感が印象に残っただけで、他のところが印象に残らない。お気楽中華メーカーだと必ずどっか突っ込みポイントがあるものなんだが、T500 プロはこの価格にふさわしい、神経の配り具合で感心したぞ。細かなところだが、レジンシェルに傷がつかないように、ケース蓋にスポンジパッドと化粧紙が入っているのもとても好印象だった。ここら辺の梱包に対する丁寧さは、ハイエンドメーカーにふさわしい心配りだな。ただ、もちろん、この価格帯なので、音も伴ってないと、そこはおすすめできない。本機の構成は、非常にオーソドックスな、ダイナミックドライバー一発。それだけに、差別化が難しいところでもある。音色に一聴してわかる特徴はないんだが、耳の中に入れた途端にハッとさせられた。本機は 8.6mm と、とても一般的なサイズのダイナミックドライバーを採用している。最近流行りの大口径モデルでも、TWS などで発展している超小口径ダイナミックドライバーでもない。ドライバーの素材は非公開だが、複合振動板で自社独自のもの、というのは明言されてる。それ以外のスペックは特に目立つところはなし。どんな環境でも鳴らせる素直なモデル、という印象を受けたが、ハイレゾ対応も謳っていない。ビルドの良さは感じたが、地味なモデル、しかし、その音には引き込まれる。素直、丁寧、そして澄んでいる。金属コーティングされた振動板では、こんな高音域が出ることも多いが、どこか、あ、チタンだな、とか、あ、グラフェンだな、なんて感じに、そのドライバーに使われている素材がなんとなく察せられるような、各素材の癖のようなものがあるんだが、そういった新素材に頼らずに爽やかな音を出してるっぽい。付属のケーブルは高品質な銀メッキ線で、ここもこの高音域を出すための選択で、箱出しの時点で全力が出せるようにしっかり付属品まで計算されたモデルだ。久しぶりに、とりあえずハイエンドケーブルにポンと変えれば音が良い方向に変わる、という体験ができない、よく練り込まれた構成と本体のイヤホンとなっている。
高音域、中音域、低音域はバランスから弱ドンシャリくらいの印象。日本人はバランスの整ったイヤホンでも、若干ドンシャリに感じる傾向があるらしく、海外のユーザーからするとバランスに仕上がったイヤホン、という評価になりそう。高音域、中音域、低音域で主役になっている音があるわけではなく、どの音域にもしっかりと聞き応えがあり、かといって誇張や強烈なアピールポイントもない。スタンダード、バランス、そんな単語が並ぶ、1ダイナミックドライバの基本形だ。金属シェルを使っているので、若干音が爽やかな印象。ここを少し感触より、と感じる人はいるかも。ただ、個人的には、本気のバランスよく整った音色にスパイスとして、この金属筐体が作用しているように思うな。最初から銀メッキケーブルを添えて、高音域をアピールしているのも、狙っているんじゃないかな、と思う。どこが良い、とは言えないイヤホンだ。なんせ全域良いんだから。無理やり音色を分解してみよう。ハウジングとケーブルのおかげで、高音域にはソリッドさがある。金属音などもよく伸びるが、炭素系素材や金属系素材でコーティングしたイヤホンのような癖は一切感じられない。それでいてしっかりと高音域の輪郭が立っているのが、D500 Pro のすごいところだ。中音域、若干ドライな感じはするが、ボーカルの表現能力も高い。もちろん、スレや刺さりなんてなく、それでいて明瞭に表現できる。全体に金属ハウジングらしい澄んだ音色なので、深い男性ボーカルより明るく高いボーカルの方が合いそうだ。低音域。誇張はないがしっかり出ている。サブベースまでちゃんと出るが、ゴリゴリの低音本のようなパワーは期待しない方がいいだろう。金属筐体の明るく軽く、そしてはっきりとした音が得意なイヤホンだ。ただ、ダイナミックドライバなので、ここの表現もちゃんとできているところが、深みのある音と感じる理由だと思う。カラッとした歯切れの良い音でありながら、全音域がしっかりバランスが取れているのは、完成度が高いイヤホン、と感じられる理由なんじゃないだろうか。空間表現も広すぎず、狭すぎず、違和感を感じない、素直なものだ。明瞭さ、軽さ、若干のドライさ、というキャラクターはあるものの、音のバランスはよく取れていて、どんなジャンルにも合わせやすい。自信を持ってこの価格をつけてくるのも納得の出来だ。弱点らしい弱点はまるでないな。軽やかで明るい、でも低音の表現力もあるイヤホンをお探しなら、ぴったりと好みの音が出るだろう。あとはもう、好みの差とかの話になってくるんじゃないかな。明るく軽い音色の1ダイナミックドライバーをお探しの人におすすめだぞ。この傾向をハイブリッドに求めている人も、1ダイナミックドライバーでこれを実現しているという超アップリは、きっとこの値段を出したことに納得できる音色になるだろう。これは褒める人がいるのも納得の音色だな。こんな感じ。この価格で出ているイヤホンにふさわしい、明確なターゲット、広い対応力、そして派手さに逃げないきちんと醸し出された個性と、聞いていて気分が明るくなる一台だった。唯一にして最大のハードルは値段だと思うので、ぜひとも一度試して惚れて、買うのが健全だと思うぞ。今は少し難しいが、国内でも視聴できる機種なので、ぜひ一度聞いてみてくれ。こんなところだな。1万円台より上のイヤホンは、もはや性癖によるところが大きいと思う。めちゃくちゃ褒める人もいれば、合わない人もいるが、どれも良さは感じられる人でありたいな。というかそうじゃなきゃ毎日イヤホン聞いて暮らせないわ。といったところで今回はここまで、夏休みそんな時期らしいですね。